また、こちらの方では40くらいの職人風の男が2人、親密そうに肩を組んで、最前の豊島女と直角の方向に行きつ戻りつしております。もっとも右側の男は東京見物、左側の一人は南極探検の意味で、かように息が統合して、大旅行を続けているのだそうですから、誠に世話が焼けません。それからこちらの入り口のところに座っております太ったおばあさんは、相当な身分の人らしいことが、その上品な着物の柄で推量できますが、しかしご本人はそんなつもりではないらしく、いつもあのように貧民窟に住んでいるような格好で、折もせぬしらみを一生懸命に取っては潰し、つまんでは捨てております。かと思うとあの通り帯を解いて丸裸になりまして、大きな音を立てながら着物をはたき始めますので、そのたんびに演説屋も、二人の職人も、女学生も、心理殿の発作を中止して、指差し、目差し、腹を抱えております。さて、以上、映写いたしましたところの狂人たちの一挙一動をご覧になりました方々の中には、必ずや意外に思われた方がおありになるにそういないと存じます。なんだい、これは、当たり前の狂人じゃないか。何もこの解放治療場に限ったことはない。どこの精神病院の散歩場に行っても、こんな光景が見られるじゃないか。狂人の解放治療場というくらいだから、目もはるかな広っ端に、何百か何千かわからぬ狂人の群れがうじゃうじゃして、あらん限りの狂体を演じている光景が見られるのかと思っていたが、これじゃあちっとも張り合いがない。第一心理殿なんて、どこが心理殿なのかさっぱりわからないじゃないか。と、失望、落胆、軽蔑、冷笑される方がきっとおありになることと存じますが、そう急がずにお待ちください。実を申しますと、正木先生のご研究に関わる心理伝の実験に使う人物はこれだけでたくさんなので、この中の2、3人の筐体がいかなる心理伝によって演出されつつあるものであるかを映画において簡単に説明いたしましただけでも、世界中のありとあらゆる精神異常の原因は残らずお分かりになろうという、もうさば、この10人の精神病患者は、地上1000万無数の狂人の中から選び出された精神異常の代表的チャンピオン、もしくは正木博士の過去20年間のご研究にかかる心理伝の原理を身をもって直接に証明すべく現れた世界的の標本とも見られるのでございます。その先頭第一にご紹介いたしまするは、最前から赤レンガ塀の横で畑を打っております、あの白髪頭の老人でございます。この老人は、名前を鉢巻義作と申しますが、その5代前の祖先、すなわち義作の曽々祖父にあたります者は、福岡の五条下、鳥飼村におりました名高い豪農で、同名義重と申すものでございました。その義重という男は、生まれつき左利きでございましたが、なかなかの体力と精力の持ち主で、自分一代のうちに桑一本で大寝台を作り上げて、ご領主、黒田の殿様から鉢巻という名字と対等を許されたという立志伝中の人物だそうでございます。ところでまた、何が故にそのような奇妙な名字を頂戴に及んだかと尋ねますると、この鉢巻と申しまするのは、元来、この男の若い自分のあだ名でございました。つまり、汗を拭う時間が惜しいというので、電波の仕事をいたしますときには、いつも肩の上のところに、手拭いで後ろ鉢巻きをいたしておりましたところから来たあだ名だというのでございますから、いかにその働きぶりが猛烈であったかがお分かりになるでしょう。夜が明けてから暮れるまでの間に休むのはたった一度だけ。福岡、舞鶴城の天守の櫓で、馬の刻、ただいまの正午のお太鼓がドーンと聞こえますると、すぐに桑を放り出して、近くのどてか草原の木陰か軒下に行って弁当を使う。それから約半時、と申しますと、ただいまの1時間でございますな。その間、昼寝をしてからむっくり目を覚ましますと、また日が落ちて、手元が見えなくなるまで休まないというのですから、豪気なもので、多分この男も一種の変質性性格といったような素質を持った人間でございましたろうか。その赤黒い額に残った白い横一文字の鉢巻きの跡が、息を引き取った後までも消えなかった。殿様の前に出た時も同様でございましたので、おそばにおった慌て者が、これこれ、鉢巻きを取れ、
と申しましたところから、殿様が大層強がらせられて、かような名字を賜ったという世にも名誉ある鉢巻きでございました。ところが、それから物変わり、星移りまして、その鉢巻き牛右衛門から五代目にあたるこの義作じいさんになりますと、その名誉ある鉢巻きも左利きも、それから惜しいことにその大身代もどっかへなくしてしまいまして、博多名物の筆屋の職人になり下がりました。そしてかように老年に及びまして、目がかすんで細かい筆毛が扱えないようになりましたために、余儀なく失職することに相なりますと、それを苦にいたしました結果、精神に異常をきたしまして、1週間ばかり前に当大学に連れ込まれるという哀れな身の上と相なったのでございます。ところが不思議でございます。正木先生がこのじいさんの発狂の動機、すなわち心理遺伝の内容を探るべく、解放治療場に解放されましてから間もなくのことでございました。城内の片隅に、小遣いが蛇を殺したまま置き忘れていった桑を見つけますと、早速先祖の真似を始めました。もっとも鉢巻きはいたしませぬが、ご覧の通り、最前から一度も汗を拭いませぬ。また、桑を持っている手つきも、発狂前と正反対の左利きになっておりまして、12時のドンを聞きますと同時に、桑を投げ出して病室に帰って、さっさと食事を済まして、ごろりと寝台の上に横になるところまで、5代前の義重の生まれ変わりとしか思えませぬ。ただし一度寝てしまいますと、疲労が甚だしいせいか、明くる朝までぶっ通しに白川よ船で、晩飯も何も食いませぬ。大方夢の中で曽祖父の義重になって、大寝台でも作っているのでございましょう。これが心理遺伝の第一例。ご質問がありましたらご遠慮なくお手をお上げください。次にご紹介いたしまするは、最前から赤レンガの壁に向かって演説をいたしております、破れモーニングの小男でございます。これは、空中で振り動かしております右の手つきと、物を支え持ったような格好にしている左の手と、それから演説のうちに使っている言葉が有力な参考になるのでございます。これは帝国の前途に横たわる一大障壁であります。今日のごとく上塗りの思想が横行し、古都縦横の政治が永続しているならば、我々日本民族の団結は、スサを交えぬ土塀のごとく、外来思想の風雨のために、遠からず土法瓦解の運命に。いかがです？最前からお聞きの通り、この伊賀栗のフロック先生の演説の中には、壁という文句や、または壁に関係した言葉がたびたび出てまいります。すなわちこの小男の母方の祖父は、黒田藩御用の左官職であった。お笑いになっては困ります。落語ではございません。でありまして、その祖父の左官職人が、ある時福岡城の天守櫓の上で仕事をいたしておりますうちに、誤って足を滑らして墜落斬死をいたしたのでございますが、しかも、その祖父というのは元来、何事につけても身の軽いのが自慢だったそうで、天守台の屋根に漆喰のかけ直しをするときなどは、殿様が遠眼鏡で、その離れ技をご上覧になったくらいだそうでございます。その他平勢の時にも、足場を極めて簡略にして仕事をする癖がありましたために、出来上がりは早うございましたが、何度も足がかりを誤ったり、途中に引っかかったりして命を失いかけましたのを、いつも奇跡的に助かってきたのでございました。しかるに、それが幾歳の時でございましたが、やはり天守のお屋根の絶頂に登って、殿様の遠眼鏡の中で働いておりますうちに、うっかり殿様の方へお尻を向けました。すると、それを下から見上げておりました係の役人が、よせばいいのに大声を上げまして、心せいやい、五本丸からご上覧ぞと余計な注意をいたしましたために、思わず硬くなったものでございましょう。たちまち足を踏み滑らしまして、数畳の石垣から転がり落ちつつ、粉みじんとなって相果てました。それ以来、その家の左官の職は絶えたのでございますが、さて、その祖父の血がこの娘を通じて、このモーニングの小男に伝わりますと、恐ろしいものでございます。この男は中学時代までも時々、夜中に寝ぼけて跳ね起きまして、助けてくれとかなんとか言って叫び出す癖がありました。その都度に家族の者が驚かされて、どうしたのか
と落ち着かせて聞いてみますと、なんだか高い屋根が雲の上見たようなところから真っ逆さまに落ちていくような気がした。と申しましたそうですが、なんと奇妙ではございませんか。かように普通人の目から見れば何でもない、軽い夢中友好の発作にまでも、何代か前の先祖が幾度となく、はっとした刹那の、徹底した恐怖の記憶が再現しているところなどは、なんという不思議な心理伝の実例でございましょう。いな、兄一人この演説男のみに限らんやであります。一般に我々が睡眠中に、どっか高いところから落ちたような気がして、はっと目を覚ますことがありまするのも、この例に照らしてみますと、格別不思議ではございませぬ。我々の両親でも祖父母でも、誰でも一度や二度は経験しているであろう。しまった、とか、俺は死ぬんだ、とか思う瞬間の、清楚、悲痛を極めた観念の記憶が一つの心理遺伝となって、我々子孫に伝わったものの再現であろうことは、誰しも疑い得なくなるでございましょう。ご質問はございませんか？ついでに今一つご紹介いたしますると、あのボール氏の王冠を頭にいただいて、いくつ戻りつしている豊島女でございます。これはあの右衛門の繰り込み加減でもお分かりになります通り、ある長家の娘で、芸者に売られておったものでございますが、なかなかの手取りと見えて、間もなくある若い銀行家に非化されることになりました。ところがその銀行家の両親が、昔かたぎの頑固者揃いで、身分違いという理由のもとに、彼女を正妻に迎えることを許しませんでしたので、彼女はそればかりを無念がりました結果、ある宴会の席上で、初めてのお客に向かって、あんたがなんなん、私に杯さすなんて生意気ばい。と短歌を切りますと、いきなりその杯を相手に叩きつけて、三味線を踏み寄ってしまった。そのままこちらへ連れてこられたという痛快なロマンスの持ち主でございます。しかし思案の他とは申しながら、昔と違いました新思想の今日で、ことに浮気家業の身の上でございますから、それくらいのことで取り乱すのは、ちと気が狭すぎるように思われるかもしれませぬが、そこが心理伝の恐ろしいところで、身分違いという言葉が彼女のプライドを傷つける以上に深い打撃を与えたであろうことが、彼女の発病後の態度をご覧になるとわかります。あの通りとても見識ばったお上品ずくめで、腰つきから目遣い、足取りまでも上津型のお嬢郎そっくりでございます。すなわち彼女の家筋が、ご維新前までは京都の鍋取り公家、貧乏家族のなり損ねであったことを、彼女はその精神異常によって証明いたしておりますので、本籍の名前も町人らしくない清河原という名字でございます。つまり彼女は発病いたしませぬ前までは、周りの風俗にかぶれて、長家の娘らしく振る舞っていたでございましょうが、一旦精神に異常を呈してしまいますと、最近、一、二代の間にできた町屋風の習性をケロリと忘れて、先祖代々の道場型の気風をそのままに表しているのでございます。はい、ご質問ですか？さあ、どうぞ。なるほど。いかにも、ごもっとも千番。よくわかりました。つまり、心理遺伝というものはたったそれだけのものか。たったそれんばかりの研究のために、正木博士は命がけの騒ぎをやっているのかとおっしゃるんですね。恐れ入りました。多分そのご質問が出る頃と存じましたから、このフィルムの編集者の方でも気を利かしまして、次には心理遺伝の発見者である当の正木博士を正面のスクリーンに映写いたしますと同時に、ただいまのご質問について、一条の講演をさせる準備に取り計らっております。旧大の気違い博士として、アインスタイン、スタインナ派以上に有名な正木博士がスクリーンに現れましたならば、何とぞ割れんばかりの拍手をもってお迎えあらむことを希望いたします。なぜかと申しますと、当のご本人が非常な拍手好きで、講義中でも学生に拍手させるのを何よりの楽しみにいたしておったくらいでございますから。何ですか？スクリーンの中からじゃ手を叩いても聞こえまい？はっはっは。これはごもっとも千番。ところが、聞こえるから不思議でございます。論より証拠、叩いてご覧になればわかることで、どこに種仕掛けがあるかは、眉に唾をつけてご覧になれば、すぐにお分かりになることと存じますが、
えへん、えへん。これが天下に有名な九州帝国大学医学部精神病科教授医学博士正木圭司氏でございます。背景は九州帝国大学精神病科本館講堂のボールドで白い診察服を着ておりますのは平勢の講義姿をそのままに画面に表したものでございます。お目止まりました通り、身長は5尺1寸きっかりしかない、色の浅黒い小男でございますが、丸いごま塩頭を光るほど短く刈り込んだところから、高い鼻の左右にピカピカ光る大きな鼻眼鏡と、その下に深く落ちくぼんだ鋭い目つき、横一文字にぴったりと結んだ大きな口元、または鼻眼鏡をかけた骸骨そっくりの表情で、テーブルの前に立ちはだかって、諸君を一回り見回してから、総入れ歯をカッと剥き出して笑うところまで、満身これ精力、全身これ胆、渾身これ知。どうも、そうお笑いになっては困ります。何？質問？はいはい、何ですか？ああ、説明している私と、画面の中の正木博士と、同一人か別人か？はっはっはっは。これは失敬。早速退散いたしまして画面の中の私、いや、正木博士に説明させることにいたします。説明者、消失。映写幕上の正木博士、身振りに従って発声。えへん、おほん。我が輩は満天下の新人諸君と、この銀幕上において相まみうることを生涯の光栄とし、かつ無常の満足とするものである。諸君は常識の世界に住んでいながら、非常識の世界に憧れている人々である。現在地上の至るところ、汽車、汽船の行き尽くす極み、自動車、飛行機の飛び尽くすくまぐまに厳然とこびりつき、冷え固まっている社交上の因習、科学に対する迷信、外国の模倣、死んだ道徳観念、なぞいう現代社会のいわゆる常識なるものに飽き果て、変化はつらつ、奔放自在なる生命の真実性そのものの実現を渇望する心、すなわち、溢るるばかりの好奇心に輝く眼をもって、我が輩の必生の研究事業たる心理遺伝の実験を見られると、立ちどころにこれを理解された。一般の精神病者なる者が、いかなる力に支配されて、何事を行っているものであるかという事実を何の苦もなく主講された。のみならず諸君の好奇心はそれだけに満足しないで、さらに百尺関東一歩を進めた質問を発せしめた。曰く、心理伝はたったそれだけのものか、と。すなわち諸君の頭脳は、我が輩の20年分の研究と相白昼する。いな、正木吉貝博士の頭のスピード以上の明快なるスピードをもって、いや、ありがとう。まだ拍手するには早いよ。この点において我が輩は特に満空の敬意と感謝とを表明する次第である。何を隠そう、我が輩のいわゆる極端な心理伝が、ただそんな風にして精神描写にだけ現れるものならば、大して驚くことも心配することもないのだ。もっとも今まで説明してきた程度の研究でも、そこいらにうじゃうじゃしているおたまじゃくし学者なんかにとっては、目の玉がでんぐり返るほどの大発見かもしれないが、しかし、各申す我が輩、吉貝博士にとっては、イサリの小敷が駆け出したくらいにしか感じない程度の新発見に過ぎないのだ。我が輩が心理伝の恐ろしいことを大勢執行して主張するゆえんの第一は、それがかようにして精神描写に現れるばかりではない。普通人、すなわち諸君や我が輩にも精神描写と同様にふんだんに現れていることが明らかに証明できるからなのだ。何？質問？いや、ちょっと待ってくれたまえ。質問の意味はあらかたわかっている。それでは、精神描写と普通人との区別がわからなくなるではないか。そんなべらぼうな話があるものか、と言うんだろう。ところが、純正な科学者の立場から言うと、そんなべらぼうな話があるという以外に返事のしようがないから困るんだ。
しかも精神病者と同じ程度どころの騒ぎではない。我々、無論諸君も含んでいるんだよ。の精神生活の中には、精神病者と寸分たがわない、もしくはそれ以上のものすごい心理伝が朝から晩まで1分1秒の隙間もなく活躍している。眠っている間も夢となって立ち現れて、執念深く我々の心理を支配しているから困るんだ。そのために自分の心が自分で自由にならない場合が非常に多いから困るんだ。おかげで新聞雑誌の社会記事が無限に提供されていくことになるのだから、問題にしないわけにいかなくなってくるんだ。これはずっと以前、新聞記者にちょっと話したことがある心理伝の中でもごくごく手軽い実例ではあるが、なくて七癖、あって四十八癖というやつは、精神病者と同様に自分の気持ちが自分で自由にならない公的例である。しかもそれを他人からどんなに笑われても、または自分自身でぜひとも改めなければならぬ必要を感じていても、どうしてもやめることができないのは、それが今言う心理伝の現れだからである。泣くまいと思ってもつい涙が出る。怒る場合でないと思っても思わずムラムラっときて前後を忘却してしまうのも、やっぱり一時的の精神の偏りを自分で持ち直すことができないという性格を先祖の誰からか遺伝してきているので、取りも直さず心理伝の現れに他ならないから困るんだ。その他、凝り性、飽き性、村木、お日和期限、度忘れ、神経質、何々道楽、何々気違い、何々中毒、男あさり、女たらし、変態心理、謎の数を尽くして100人が100人、1000人が1000人とも多少の精神異常的傾向を持たないものはない。心理遺伝に支配されていないものはないから大変なんだ。この道理は我が輩がずっと前に書いた胎児の夢という論文を読めば一層よくわかるが、人間の精神とか霊魂とかいうやつは、要するに、その先祖代々の動物や人間から遺伝してきた、いろいろな動物心理や民衆心理などの無量無辺の集まりに過ぎないのだ。その表面を、こんなことをしたら笑われるとか、もし見つかったら大変だとかいう、いわゆる人間の皮一枚で包んで、その上からまた、倫理、道徳、法律、習慣なぞいうテープで縛って、社交、礼節、身分、人格なぞいう様々なリボンやレッテルで飾り立てて、さらにその上からもう一つ、お化粧や油で塗りこくって、パラソルやステッキを振り回しながら、貴殿が紳士なら拙者もゼントルマンでござる。あなたがレディーなら私も淑女だわ。うぬが人間なら俺様も人間だ。といった風に、肩で風を切って、白昼の大道を闊歩するのが、いわゆる普通人、もしくは文化人に他ならないのだ。ところがこうした相対ずくめの文化人の放送は、その低級深刻にして、奔放無頼なる心理伝の内容を漏らすまいとして、いつもいっぱいに緊張している。その苦し紛れに、そっと少しずつ息を抜きながら、人前だけを繕って知らぬ顔をしているのが普通人であるが、それがとても我慢しきれなくなって、どうかした拍子に大きく破れることがある。それが個人では癇癪、脱線、喧嘩、殺傷、詐欺、泥棒、貫通、その他の背徳行為となり、破れて復旧しない者は精神異常者となり、大勢の間では暴動となり、戦争となり、悪思想となり、大敗的風潮となる。こうした心理伝の暴露の実例は、毎日の新聞でうんざりするほど見せつけられているであろう。我が輩はあえて断言する。諸君も我が輩もともどもに、精神病者と50歩100歩の心理状態で生きているんだ。普通人と精神病者との区別がつけられないのは、刑務所の中にいる人間に、外を歩いている人間との善悪の区別がつけられないのと同じことである。すなわち、地球表面上は、古今来、そっくりそのまま、強靭の一大解放治療場となっているんで、旧大の解放治療場は、その小さな模型に過ぎないんだ。その証拠には、その中にいる患者たちも、やはり諸君や我々と同様に、俺は気違いではないぞ、と確信しつつ、盛んに心理伝を発揮しているではないか、と。
どうだい、諸君。少々腹が立ちはしないか？何？立たない？えらいえらい。なるほど。諸君は立派な常識屋だ。現代文化を代表するに足る紳士淑女たちだ。なんだって？そうじゃない？相手が気違い博士だから、初めから本当にして聞いていない？こいつは恐れ入った。そこまで常識が発達していちゃかなわない。よろしい。その義ならば、こっちにも覚悟がある。由来、科学の研究は、厚顔無知、無礼無作法をもって本領とする。御免を被りついでに、もっと手近いところで人間諸君の赤っ恥を突き出して、ぜひとも一つ、腹を立てさせて信ぜることにしよう。これはどなたでもご経験のことと思うが、少し頭がぼんやりしてくると、いろいろな空想や幻覚が次から次に浮き出してくるものである。ところでこの空想とか幻覚とかいうやつが、取りも直さず、心理伝の幽霊に他ならないので、学問的に説明すると、脳髄の反射交換機能が疲労、凝滞したために、理智や常識との連絡を失ったいろいろな心理伝のあられもない連中が、全身の反射交換機能の中で割れがちに、勝手気ままな夢中友好を始めたものに相違ないのである。とりあえず女ならば、障子の陰で洗濯物か何かを続くり回しながら、腰方、行く末のことを考え回しているうちに、いつの間にか取り留めもないことを考え始める。あのデパートのあの指輪を万引きして、もし見つからないものだったらなぁ、とか。今の亭主が、今のうちに財産を残して死んだら、あんないい人とこんな面白い生活ができるんだけどなぁ、とか。憎い安畜生を、こんな風になぶり殺しにしたらなぁ、とか。お母さんに猫いらずを飲ましたら、どんなにかせいせいするだろうになぁ、とか。あんな役者と心中したらとか。いっそのことヴァンパイアになってやろうかしら。謎と。また男は男で、電車の窓から外を見て、長々とあくびでもしながら、あの紳士の横っ面をひっぱたいたらどんな顔をするだろう。この町に風上から火をつけて、火の海にしてしまったらどんなに綺麗だろう。あの群衆を撫で切りにしたらどんなに痛快だろう。あの瀬戸物屋にダイナマイトをぶち込んだら、あの巡査の向こうずねを叩き寄ったら、あの金魚屋の金魚を電車通りにぶちまけたら、あんなお嬢さんを目かけにしたら、あの銀行の金庫をポケットに入れたら、謎言うとんでもない光景を、その人間の鼻の先で描いている。そうしてはっと気がついては、一人で赤面したりしている。これはみんな自分の先祖代々の連中がやってみたくてたまらないままに、じっと我慢してきた残忍性、相当性、野獣性、または変態心理などの面々が、入れ替わり立ち替わり、現代式の姿で、我々の意識の中に立ち現れているので、そんなことはない謎というのは、内省力のない石頭か、あっても忘れている低能連中に過ぎない。その証拠には、そんな無有心理のどれか一つが興奮しすぎて、精神異常にまで出世したのを見るとわかる。ちょうど小説の濃厚な場面に読み入って、そうした光景を意識の内に描きながら、思わずよだれを垂らす時のように、精神描写の病みつかれた反射交換機能の中では、そんな遺伝心理が現実の気持ちや感じ以上に強烈、深刻に無有し現れている。と同時に、それ以外の意識はほとんど打ち消されてしまっているから、本人はしら真剣になって、その無有意識をその通りに実行する。だからそのすることなすことが、いちいち先祖から伝わってきた気持ちの通りになっていくんだ。そっくりそのまま、我が輩の学説とぴったり一致してくることになるんだ。今を去ること3004年、ここを去ること3000里。天竺はブッダガヤなる菩提樹下において、過去、現在、未来、三世の実相を諦められて、無常消灯小学にいらせられた大聖、釈迦牟尼仏様が、因果応報とのたもうたのはここのことじゃ。親の因果が子に報いじゃ。ええかな白骨の御紋章ではない。投げ銭も放り銭もいらぬ。現代科学のうちでも最新最鋭の精神科学の講義だ。諸君が日常ふんだんに経験している恐ろしい精神生活の説明だ。
しかし諸君、まだ驚いては早すぎるよ。精神科学の原理原則はもっともっと恐ろしい、凶目、外心に値する事実を提供しているんだよ。今まで説明してきたところによって、すでにあらかた理解されているであろう。人間の代が変わるのは、我々が眠ってまた覚めるようなものである。一夜眠ったら昨日のことなぞきれいに忘れていそうなもんだが、さて起き上がってみると、ほとんど無意識に、大工は昨日建てかけた家の続きを建てに行き、左官も同様に昨日の壁の続きを塗りに行く。そうするとまた、昨日のことを思い出して、はて昨日、ここで10銭玉を落っことしたが、とか、昨日のちょうど今自分に、向こうをべっぴんが通ったっけが、とかいうので、昨日のその自分にそこでそうした通りに、キョロキョロしたり、ポカンとなったりする。精神の遺伝もその通り。親は昨日の自分で、子は明日の自分じゃ。夜は昨日の自分から今日の自分が生まれてくる暗い無自覚の身ごもりの姿になる時間じゃ。されば男女を問わず人間は自分の先祖がかつてそんな気分、精神状態になった場面、品物、時効、天候などいう、いわゆる暗示にぶつかると、今の大工や左官と同様に、ありし昔の心理状態に立ち返る。しかも、そんな風にして先祖代々から遺伝してきた心理は一つや二つじゃないぞよ。またそうした心理の暗示となるべき場面、品物、天候などいうものも、そこいら中にベタ一面に充満していて、夜となく、昼となく、我々の心理遺伝を刺激し続けていて、目の見える限り、耳の聞こえる限り、一刻一刹那も休んでいないのだから恐ろしいぞよ。我々の一生を支配している牛虎の根人というのは、実にこの心理遺伝の原則であるぞよ。今にどえらい証拠を出すぞよ。はっ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 は。大本教のお筆先と間違えてはいけない。我々が日常に経験している極めて平凡な事実だ。我々の気持ちが朝から晩までふんだんにくらりくらりと変化し、入れ替わっていく。活動を見に出かけるつもりが、途中でふいっと縁日の夜店に引っかかったり、旅支度で家を飛び出した奴が図書館に潜り込んだり、すいた同士が結婚間際で嫌になったり、金のわらじで探し当てたたった一つの就職口をはがき一本で断ったりするような重大な心理の変化がひっきりなしに起こるのは、そうした種々雑多な無料べの暗示がひっきりなしに我々の心理遺伝を支配しているからで、それを自分自身に気づかないでいるのは、そうした暗示と心理遺伝の関係の千変万化があまりに刹那的で微妙、深刻を極めているからだ。ところで、どうだい諸君。こうした暗示と心理遺伝の関係をもっと深く、学理的に研究したら、いろんな面白いいたずらができそうには思えないかね。ちょうど物理や科学の実験を見るように、他人の精神に対して思い通りの変化が与えられそうには思わないかね。手近い例を挙げると、人間の犯罪心理というものは実につまらない。または全然何の関係もないと思われる暗示のおかげで、意想外に大きな刺激を与えられている場合が非常に多いものである。例えば赤インキをつけたペン先をじっと見つめているうちに、なぜともなく横にある女優の写真の目玉に突き刺してみたくなったり、青い空や白い壁を見つめているうちに、ふいっと残忍な気持ちになったり、窓の外の霧を見ると、ピストルの手入れをしてみたくなったり、大風の音を聞いているうちに、担当を懐にして歩いてみたくなったり、よく切れるカミソリを見ると、鏡の中の自分の顔と見比べてニヤニヤと笑ってみたり、寝床の中で女が冗談に殺してもいいわよといった笑顔を見て本当に殺す気になったり、応接間に聞こえてくる小鳥の鳴き声が今まで真面目であった男女の間に不倫な情緒を起こさせるきっかけになったりなぞする。そんな気持ちの変化を見ると別段になぜという理屈のつけようのないところが心理遺伝の現れに相違ないので、しかもそのいずれもが素晴らしく大きな犯罪心理の最初の芽生えであることは言うまでもない。または古い講談、随筆、伝説、記録などいうものを読んでいると、先祖が見てはいけないと言い残した幽霊の掛け軸を見てから
妙なことを口走るようになったの。抜いてはならぬと戒められている殿下の宝刀を抜いてみているうちに、血相が変わってきたの。というような話がいくらでも出てくるのは、そうした恐ろしい心理伝の暗示の力を誰にでもよくわかる品物で表してあるので、我が輩が調査記録した書類の中にもそんな例が山を積むほどある。ところで、こんな暗示の恐るべき作用を学理的に研究して、どしどし実際に応用することができるとなったら、どんなことになるだろう。犬山道説、石川五右衛門、天竺徳兵衛、地雷屋以上の現魔術が現代に行われ得ることになりはしまいか。それほどでなくとも、この種類の暗示を巧みに利用すると、出会い頭に他人を発狂させることができる。不調法な現代の科学応用の狂気見たように、音を立てたり血を流したりしないから、白昼の往来でそばを通っている者でも怪しまない。東大のいかなる名探偵が駆けつけてきても、全然目星のつけようのない犯罪が行える。いや、現在そこいらでどしどし行われているとしたらどうだね。そんなに固くなって座り直さなくともいい。いくら我が輩が精神科学の大家でも、このスクリーンの中から暗示を与えて、万丈の諸君を一斉に発狂させる術はまだ発見していないからね。もっとも、そんなことができたら面白いだろう、とは思っているんだが。いや、これは冗談だが、こうした犯罪手段はすでに空想や推測の範囲を通り越して目の前の問題となってきている。事実は常に研究に先立って存在するものであると言ったら、ちょっと眉に椿をつけてみたくなるであろう。ところが驚くなかれだ。現に我が輩の言う、九州帝国大学医学部長、若林京太郎君の名著、精神科学応用の犯罪とその証跡と題する草稿の中に、書論としてこんな愚痴が並べてある。ちょうどその書論だけが、我が輩のところへ校閲を頼んできているから、ちょいと失敬して抜き読みをしてみると、こんな塩梅だ。曰く、世の調査研究せるところによれば、すでに王石より、この種の犯罪が行われつつありし事実を認むるを得べし。例えば、円の行者、安倍の生命、弘法大師等の密教、陰陽術の流れを伝うる者、真言秘密の行者、預言者、祈祷師、大人、巫女、その他、何々教、何々様と称する神仏類似の者に奉仕する輩の中には、積年の経験より得たる一種の精神科学的の暗示法を口伝神伝しより、これを理性の発達不十分なる女子、少児、もしくは無知、猛昧なる男子等に応用して、その精神作用に何らかの変化、障害を与えつつ、利得を欲しいままにせし形跡あり、すなわち、古来伝うるところの狐を使う、真言秘密の呪法にかける、または、生き量、死量をつける、神罰、仏罰を当てる、などの霊剣、神業、行力等に類似したる諸行は、精神科学の立場より見るも絶対不可能のことにあらざればなり、その高等なるものに至りては、催眠術、心霊術、行神術等の技術者が文明社会の理面において異常なる勢力を保有しおり、限界にして補足しがたき犯罪事件の理面に往々にしてこの種の技術の活躍せる証拠を見るときは、その全部が理知的査術なりとは断じがたきものあり、現今、我が国内においても、至るところの精神病院、厚労病者収容所、または該当を奉公する精神異常者の中に、かかる犯罪行為の犠牲者が存在しおらずとは断言しがたし、ただ、これを合理的に探査追求して、犯人を検挙することが、目下のところ、ほとんど不可能なるがために、実例として列挙しがたきのみ。なんとなれば、核のごとき手段を用いて、精神的二人を殺傷する場合には、他の犯罪手段におけるがごとき、物的証拠を臨合も止めず、一滴の血、一刹那の音響、一片の煙だも見とうるあたざわるのみならず、当該被害者もまた、直ちに一切の証言をなし得べき資格を喪失すると同時に、
その精神の異常を回復せんがためには、かなりの超年月を要し、または永久に回復せず、万一これを回復するも、その被害当時の回想、または犯罪手段に対する記憶の残留せるものありや否や、甚だ疑問とすべきものあり、調査上甚だしき困難に遭遇すべきこと、予想に難しからざればなり、思うに現代の文化はいわゆる唯物科学の文化なり、故に、従ってその間に行われる犯罪の種類もまた、唯物科学の原理を応用せるもの多かるべきは自然の断りなり、しかれば将来、精神科学の諸般の学理が一般の常識として普及するに至らんか、同様にこれを応用せる犯罪が旺盛なる流行を示すべきは論を待たざるべく、しかしてその犯行の恐怖、戦慄に値すべきこと、現代のいわゆる唯物科学応用の犯罪の比にあらざるべきもまた自明の断りなるべし。しかして核のごとき犯罪に対して、御人法医学者はいかにして犯罪を調査し、凶器を研究すべきや、いかなる基礎知識に照らして犯行の経路、手段の内容を明らかにすべきや、うんぬん。